漆黒のメタンよ。澄んだもんなのだ。スペースエイジの続き、フルゴラの固有資源ホルニウムの加工からね。電磁プラントは作り終えて、次はサイエンスパックなのだ。先立って本州をインフラ整備しましょうか。避雷針と蓄電池を増やすのだ。広域電柱を網目状に並べて、ロボステは縦横に1個飛ばし、避雷針は斜めのパターンで電柱の隣なのだ。これで大体カバーできるけど、端っこに避雷針の穴ができるわ。だから端っこに追加の避雷針は必要だし、これまでは全部の電柱に避雷針を置く勢いでやってたのだ。毎回避雷針が必要か考えるより、毎回置いちゃう方が早いわ。よし、次はサイエンスパックの素材ね。赤い液体は電解液、テーブルは超電導体、筒は超電導コンデンサなのだ。まずは石、重油、ホルニウム液で電解液を作って、重油は組み上げるだけ、ホルミウム液はホルミウム板でも作ったのだ。それから超電導体。材料は軽油にホルニウム板、あとは銅板とプラスチックね。銅板とプラスチックは軽量化素材とかのリサイクルで出てくるのだ。そしてそのまま超電導コンデンサ。材料は電解液に超電導体、さらにホルミウム板、緑基板、電池なのだ。そして電磁パックも隣で作っちゃうわ。ビーコンの範囲内なのだ。バージョン2からビーコンの仕様が変わったのよね。1台だと強力だけど、何台も置くと1台あたりは弱くなるのだ。組み立て機をビーコンで囲うのも依然有効だけど、ビーコン1台を組み立て機が囲う形でも全然いけると思うわ。高品質のビーコンや青モジュールが少量ある状態に強いのだ。さて電磁パックの材料はコンデンサに蓄電池、それに電解液とホルニウム液ね。何が何でも電気を貯めるという気概を感じるのだ。蓄電池はもちろん、コンデンサも電気を貯める部品だもんね。よし、流体の入力は OK。固体の材料を要求チェストで搬入して電磁パック完成よ。あれ、作り始めたと思ったらもう終わったのだ。流体は多かったけど、やっぱり核1台だと雑に作れるわね。蓄電池の増産だけしておくのだ。あとは帰り支度ね。フルゴラの廃材は小さい島にいっぱいあるみたいなのだ。ロボネットワークがつながってないから、掘削機を置き直しに来なくていいようぎっしり置いていきましょう。これにてフルゴラ工事完了なのだ。引っ越しで無駄に2時間を吸ったけど、やることが分かりやすくて実家のように安心できたわね。多分少数派の意見なのだ。さて帰ったらまたメンテね。長距離砲もようやく準備ができそうなのだ。ナウビスよ、私は帰ってきた。10時間ぶり3回目なのだ。フルゴラからは電磁プラントを持ち帰ったわ。基板ラインを作り直すのだ。一回り大きくなるけど、青基板ラインは余白があるから平気そうね。余白があれば最終定理の証明も書き記せるのだ。あとは今後作るラインは小型電柱でなく中型電柱を使いましょう。これもフルゴラの避雷針と一緒で、小型電柱をうまく扱う方法を考えるより無心で中型を置くのだ。青基板はこれで OK ね。次は赤基板なのだ。こっちは余白がなくてそのまま置き換えはできないわね。どうするのだ。元の場所に収める必要はないのだ。強引なのだ。緑基板は組み立て機と同じ感じでいいわね。ボーナスのことを忘れて3対2で置いた形跡があるのだ。そしたら次は長距離砲なんだけど、出来が微妙だったのでクリア後に調整したものをお送りするわ。今回は長距離砲列車なのだ。停車して撃つための駅と経由駅があって、時刻表ではこれを交互に移動する形ね。駅は10分間列車が来なければ有効になって、列車が来たらまた10分間無効になるのだ。これで経路をチューニングせずとも各発射地点を巡回してくれるわね。燃料と弾の補充はそれぞれ割り込みなのだ。駅が有効になる間隔は1箇所で管理するとメンテしやすいから、定数回路のグループ機能を使って全駅で設定を共有してるわ。定数の正しい使い方なのだ。
と列車が動き出したわね。他の発車駅が有効になったみたいなのだ。そして5秒非アクティブで出発ね。なんか戻ってきたのだ。おかしいわね。駅は向こうなんだけど。バージョン2になって列車の挙動が変わった気がするのだ。経由駅でちょっと待機させるとどうかしら。止まったのだ。ファクトリオなんもわからん。さてさて、ラインや防衛は整えたのだけど、実は今のパック生産力って常に使うものは 60SPM、 紫以降は 30SPM しかないわ。紫と黄色の研究を交互に入れてなんとか 60SPM 弱なのだ。砂漠の汚染の中、防衛も調査寄りで薄めだったからね。展示プラントのおかげで汚染が減ったし、今なら生産力を上げても大丈夫そうなのだ。もっともまだ赤モジュール3も解禁されてないから、まだ仮ラインってことで手早く済ませちゃいましょう。さて、ここはナウビス軌道に常駐するプラットフォームなのだ。白パックを作る傍ら地表の鋼材を賄いたいけど、収集機を増やしてもアステロイドの奪い合いになって性能が伸びないのよね。アステロイドの出現はランダムだから性能を評価しにくいのだ。性能を見るためにずっと凝視もできないしね。ということで白パックは小さいプラットフォーム複数で作るのだ。これが4つもあれば 120SPM にはなるでしょう。あとは作業風景を見ながらコメント返信なのだ。うとつ。ありがとう。今年もよろしくね。生き物感がいい。スチームパンク風っていうのかしら。無駄な可動部の多さが中二心をくすぐるわね。宇宙船の重心。スパイラルアタックなのだ。トライアル&エラー。資材もだけど時間とか部品の不備が原因だとモチベも持っていかれるのよね。こうしたらもっと良くなるが自分が作るものじゃなくて部品に向いちゃうのだ。一杯失敗しろ。ようやくアイテムを粗末に扱えそうよ。襲来装置が元凶。おめえあの襲来装置壊したんか。もうおしめえだ。毎晩毎夜生まれ変わった瞬間に雷に打たれるたたりに合うのじゃ。醤油ラーメンの油。なんと表現すればいいか困ってたけど妄想としか言えなくなったわ。座布団1枚なのだ。どうして俺はフルゴラにチーユなんて浮かべてしまったんだろうな。やったぜ。誰だ今の。ロックマン。ファミコン時代にあのゲームデザインがあったことに驚きね。技術や文化が変わっただけで今の人間が昔より偉くなったわけではないと思うよ。なんなら昔の方がリソースの少なさで創意工夫するしかなかったのだ。要求の上限で10日。意味合いとしてはプラットフォーム主体の破棄に変わっちゃうけど、実用上は大体良さそうね。リサイクラ配備までに投下しすぎて困るってことはなさそうなのだ。ケロケロケロッティ。素晴らしい。その他のコメントやアクションも感謝なのだ。 120SPM 化ができたら次の星に向かいましょうか。研究の方は速度モジュールと品質モジュールの3ができてるのだ。品質は嬉しいけど上限はレアだし、厳選に手を出す時期ではないかしら。品質厳選もだし、ナウビスへの鋳造路配備すらしてないのだ。法解析の輸入に依存したり、精錬を複数系統にするのはめんどいのだ。要素に手を出す気がないのだ。出すが、時と場所の指定はしていない。10年後20年後ということも可能。来年の話をすると鬼が笑うのだ。おおよそ1月にする話ではないわね。ということで今回はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。